Meshtabi. This program brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Anna Doranime Sapporo. Mijika Garume 15. Death. Let's get it started. 1. Don Guli. Cinnamon roll. くるみが散りばめられてるのがなんかいいんだよな。朝食にもおやつにもなるしね。シナボンもうまいけど、こっちの方が甘さ控えめでいいな。シナボン？グアムで食ったでっけえやつさ。マイクロネシアモールで食べたやつ。アメリカのやつはやっぱ甘さきついよね。うん、そうだね。ところでさ、南国のモールって寒すぎない？寒い。エアコン効きすぎててマジジャンバー必需品。ほんと絶対上着は必要。出かけるときは忘れずに。なんで片言？ 2. Top value. Kaki no tane wasabe aji. これ決して大好物なわけじゃないんだけどね。タバーには必要不可欠。これはいくらあってもいいもんね。睡魔撃退アイテムです。そうなんです。まあガソリンと一緒だよね。ロングドライブの必需品。北海道は広いからね。走らさるからね。もう眠くなったら歌おうがつねろがガムかもうがいっぱたごうがエスタロンもかもレッドブルももはや無意味。なんかもう多くない？根室日帰りの時にこの睡眠撃退法を編み出したんだよね。おお、根室日帰りやばい。1000キロオーバー。超やばい。やばすぎ。一粒ずつゆっくりと食べ続けるね。これマジ眠くならない。お試しやね。3. Losong. Karagakun red. ピリッと辛いが癖になる。一口サイズがちょうどいいよねこれ。急いでる時の定番朝食。ローソンっていうのはアメリカオハイオ州の牛乳販売業者ローソン社の創業者である JJ ローソンの名前から取ってるんだって。だからミルク缶のロゴなんだ。でも今はアメリカにローソンは一軒もないんだぜ。驚きだぜよ。4コマ漫画の刈り上げくんってあったでしょ。あったね。あれがヒントで唐揚げくんなんだって。まさかいいよ。ほんとだって社長言ってたもん。4. 7-Eleven. American dog. これで朝食を済ませてしまうこともしばしばだね。どうやってあんなにカリカリサクサクになるんだ？確かに謎のカリカリサクサクだ。北海道ではフレンチドッグとかっても言うけど知ってた？フレンチドッグっていうの北海道だけなの？それにね、アメリカにはアメリカンドッグはおろかこういう食べ物は存在しないんだって。なーに日本で始まった食べ物のようですよ。やっぱりこういう美味しいことするのは日本人なんだね。私たち最後に棒についたカリカリ食べる派。あなたは？ 5. Miyanamori coffee. French blend. 自家焙煎のコーヒー豆は 100g500 円から700円するんだよね。高いよね。あんためちゃくちゃコーヒー飲むからさ、安いの探すの大変なのよ。もう味にうるさいし。コーヒーはね好みがあるからね。若い頃は札幌に美味しいのがなくて小樽まで買いに行ってたからね。小樽まで？そんな美味しいコーヒー小樽にあったの？ロートレックっていう美味しいお店があったんだよね。フレンチに出会ってからコーヒージャンキーになったのさ。これは 100g350 円。燃費の悪いあーたに最適。コーヒー燃費はアメ車並みかもしれないね。どうしてなんだろう。宮の森コーヒーさんの店頭で売ってるフレンチは味が違うよね。そうなの。謎なのさ。このスーパーにしか売ってないこのパッケージのやつが安いし美味しい。あんま売ってるスーパーないから探すの大変なんだよね。お母さん大変ですよ。お母さん？ 6. Seiko Mart. Onigiri. これはおにぎり温めますかって聞かれないからね。大泉洋も真っ青ですよ。なんで？そもそもあったかい状態で売られてるんですよこれは。そうなんだ。強めの塩加減とご飯の炊き加減が最高。達夫も北海道来たらいつもこれ食ってる。茶しないで茶しながらね。海子は？海子はまだ食ってないと思う。っていうかパパ知り合い？いやただのファン。ファンかい。7. Seiko Mart. Yorkang Pan. 羊羹パン？笑ったよねこれ初めて見た時。羊羹パンって
でもこれがね侮れないのさ。そして売れてるみたいなんだよね。いやなんか想像つかなかったんだけど。いやマジ侮れないよな。美味しかった羊羹って。ほぼ食べないけどこりゃありだわ。羊羹の羊って漢字では羊いや羊でしょなんでかわかる？羊ってメリーさんの？もともとは羊の肉を煮たスープなんだって。怖い。何それ。8. Family Mart. 冷やして食べるスコーンサンド。ケンタのビスケットとベーグルの中間みたいな食感が独特で美味しいですね。ね。目から生ハムですよこれ。なぜイタリアのことわざを日本語で言う？韓国語にも似たようなことわざあるんじゃない？눈에서 비늘이 떨어진다? 눈에서 비늘이 떨어진다. 突然誰連れてきたんだ9. Family Mart. Hitakuchi Mochi Shock Can Cheese. やめられない止まらない。このパンやばい。やばいエンドレスいってまう。これ6個入りでよかったよ。30個入りでもやっちまうかもやばい全部食ってしまうもんね。やりかねねえ。冷めてる状態が最高に美味しいよね。トースターで炙ったら美味しさが半減する類まれなパンである。10. 7-Eleven. Pistachio Dai Fuku. ピスタチオ流行ってるからってさ、何でもかんでもピスタチオって大福までピスったってダメだろそりゃって散々ディスってたんですけど激うまくてビビった。次の日買いに行ったもんね。心から謝罪申し上げます。大谷翔平の二刀流はメジャーで通用しないって言ってた。キャスター状態だね。これはねモンドセレクション金賞ものだね、モンドセレクション金賞ってさ、お金払えばほとんどもらえるって都市伝説あるじゃん。本当そうなの？いくらだと思う？35億。古いな。14万何その微妙な金額。11. Ko Chayakade. Royal Milk Tea. 私の学生時代から飲み続けているミルクティー。水分補給には紅茶家電。ロイヤルミルクティーってさ、イギリス王室の伝統的な飲み物と思われがちじゃん。なんとこれ日本の飲料メーカーが作った和製英語だということが判明しました。しかも造語。ミルクティー自体も和製英語で、英語でミルクを入れた紅茶は Tea with Milk で表現するんだそう。英語ではミルクティーやロイヤルミルクティーのどちらも通じませんのでご注意を。それに異様は無臭です。それ関係ないね。12. 7-Eleven. Salada Peanuts. これは今に始まったことではない昔からある大好物のお菓子なんだけれども、セブンがやると一味違うんだよな。なんだろうね。これいろんな菓子メーカーが作ってて、新潟のが多いんですけど、セブンのこれも新潟の安倍工製菓っていうところが作ってるんですけども、なんたって安倍工さんは毎年社員旅行があるから社員のやる気が違いますからね。柿の種もそうだったよね。セブンの商品開発には脱帽です。セブン愛すごいよね。はい。ウォシュレット付きトイレの普及、店頭でのドリップコーヒー販売の導入、金の食パンから始まった斬新な切り口の商品開発やマーケティング戦略、何気ないコーヒーの紙コップ選定にしても、あらゆる角度からの検証を繰り返し、飲みやすくこぼれない、持つ時に熱くない、ドリンクホルダーに引っかからないなど、顧客満足につながるよう絶え間ない努力を積み重ねております。ねえ、どんな立ち位置で語ってんの？13. Losong. Maru de Melong Pang Mitai Na Shoe Cream. これは面白い商品ですね。メロンパンとシュークリームの融合。ナイススイーツです。子供の頃メロンパンの中ほじって最後に大好きなサクサクの外側食べるの好きだったんだよね。俺もやったそれ。当時メロンパンはね20円だったよ。20円？ 14. Mi Yoshino. Piyo the Jar Nakute Kare. 侮るなかれ三好野のカレーは下手なカレー専門店よりうまいぜよ。札幌ベスト3には入らなくても5には入るかもですよ。ほんと初めて食べたけど美味しいね。だろう。一郎くんもきっと気に入ってくれるはずだ。15. Tiger Curry.
Umeboshi no note kare. カレーに梅干し？カレーに梅干し？あれカレーに梅干しだって奥さん。でフードコート通り過ぎる人のほとんどがさ、梅干しカレーオンライスの看板見てざわついてんだけども、まあおじさんもその一人だったよね、これ食べるまでは。そりゃざわつきますわね、カレーに梅干しは。超福神漬け派の私ですが、タイガーさんはスーカレで美味しいの作ってくれてはるから、きっと梅&カレーも美味しいはず。北海道のカレーは玉ねぎの酢漬けとかキャベツの酢漬けとか出してくれるお店少ないもんね。これ目から生ハムでしたよ。ヌレソピネリトロシンダーですわ。 눈에서 비늘이 うまい 떨어진다. カレーで酸味出さずに梅干しでね、これ最高ね、カレーに梅干し合うでしょ。今度からカレー食うときはマイ梅干し持参ですわ。 Chikaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabasai. Fukuoka Hakata Gourmet. 15. Death. Otanoshimini. See you soon. なんで視力は視力検査ってあるじゃん、で健康診断行くと聴力検査とかもするけど、嗅力検査ってない？嗅力っていうの？嗅覚じゃない。嗅覚検査。視覚検査、聴力検査、視力検査、嗅力検査でしょ。嗅覚の嗅力でしょ。ああ、そうか。おじさん目はいいんですよ。 2.0 ですからね。そうだね。耳はねちょっとバンドマン後遺症で、そうね。若い頃爆音を聞きすぎててだいぶ遠いんです。嗅力検査。それを数値化した方がいいと思う。多分嗅力って大事。平均出してほしいよね。多分俺たちかなり優秀なの。優秀かもしれない。俺は 6.8 ぐらいなんだけど、グリーンは多分 8.6 ぐらい。本当？車でよく走ってて突然匂いに反応することがあるよね。どっかでご飯炊いてるみたいな。あるあるある。あれは伊達らへん通るときいつもご飯炊いてるような匂いする。そうだね。どこにも食堂とかないのにね。あと突然来たこの前オホーツク海でのチンタンラーメンの匂い。チンタンスープの匂いがする。そう。何？予知州？何にもない、本当に海と海しか森しかないところ走ってるときに突然、そういうのちょっと怖いよね。